3分。3分で使いたい時に一度6以上にダイヤルを回してから3まで戻さなきゃいけないというオーブントースターの謎のシステム。大変です。なんだか最近男飯というか結構がっつり系が続いてると思うんですよ。例えばかき揚げ丼やったりとかチキン南蛮やったりとかで、その流れのまんま今回もがっつり飯です。僕の動画の中ではちょこちょこと登場してるなんちゃってチャーシューってあると思うんですよ。なんちゃってチャーシューをもうちょっとだけ手を加えてちょっとだけ頑張ったチャーシューにして今回はそれでチャーシュー丼を作ろうかなと思います。で、チャーシューを作るときって炊飯器だったりとか圧力鍋だったりとかなんかそういったやり方とかもありますけど、今回は普通の鍋でコトコトと煮込んでいこうかなと思います。なんだかんだ圧力鍋持ってるご家庭も結構少ないですもんね。実際僕も持ってないので調理時間としては長くなるかもしれませんけど手間としてはそこまで大変なことでもないので、チャーシュー自体の調理はすぐ終わるかなと思うんですけど、この動画上はですね。なので、今回のご飯は混ぜご飯にしようと思います。で、なおかつチャーシューに乗せて食べるようにネギ味噌なんかも作ったりしながらお酒好きの皆さん想像してみてください。チャーシューの上にネギ味噌を乗せてチャーシューでくるんで食べるっていうの間違いなく美味しいでしょ。僕もこのレシピを作ってる時からもうよだれがダラダラなんですよ。だって絶対美味しいですもんこれ。なんかありそうでなかったですよね。いや今回も楽しみですね。では今日も作っていきましょう。はい、ではあらかた下準備が終わりましたのでこれから本調理に入っていこうと思います。豚バラの焼き付けが終わりましたので今からこちらを煮込んでいきます。
ではまずご飯を仕上げていきます。で、こちらが水菜を1センチくらいに刻んだものをですね。これで今煮込んでだいたい1時間ちょっとぐらいなんですけど、もうだいぶ今プルンプルンですね。もっとプルンプルンのチャーシューがお好きの方は、さらにここから2時間以上煮込んであげてください。ただこれ以上煮込むと肉自体が崩れちゃうので、タコ糸で縛るとか煮崩れを防いであげれば、ここから先のステージに行けるかなと思います。ではここからこのチャーシューに味をつけていきます。ではこのまま常温になるまで冷ましていきます。中の肉汁を落ち着かせるっていうのと、今のままだと柔らかすぎて切れないんですよね。では盛り付けていきます。当初僕が予定していたもの以上にしば漬けの色が出てしまってかなり可愛くなりましたね。はい、これでネギ味噌チャーシュー丼の出来上がりです。というわけで無事に完成しました。チャーシュー丼。このスープがですね、生姜とかニンニクとか白ネギの青いところとか、なんかあんなんと一緒に煮込んでた時の煮汁を使ってですね、卵でかきたまにしたやつですね。いやもうやばいほどうまそうなんですけど。では早速食べていこうと思います。いただきます。じゃあ恒例のやついきます。あーうまい。もう今日ずっと火を使ってたんで、もう体がほてっちゃってですね。いやーうまい。さあ食べていきますか。でもこれチャーシューが美味しいのはもうわかるので、先にこっちからやっていいですか。臭みゼロ。豚の脂のコクと溶け込んだニンニクの香りがすごいですね。普通に美味しい。さていきますか。プルプル。うまいね。やばいね。脂身んとこやばい。トロトロ。ただこれをあと3時間4時間煮込んだら多分もう本当にトロットロやと思うんですよ。でも今上の脂身の方はもうトロットロなんですけど、肉の方こっちはまだちゃんと肉々しい感じ残ってますね。ちょうどいい塩梅になってますね。うまい。
で、一度これを焼いとおけ、周りは香ばしいんですよね。時間はかかるけどうまいですね。でもこれずっとしてみたかったんですよ、これ。チャーシューとネギ味噌。いや、こんなもん美味しいに決まってますやん。うまっ。このネギ味噌結構がっつりと山椒入れてもいいかもしれないですね。やっぱ豚肉の山椒焼きっていうメニューがあるぐらいやっぱ豚肉と山椒相性いいっすね。で、もちろん山椒味噌とかもあるけ、この味噌と山椒も相性いいし、マジでうまい。すごい、あんだけ一緒に食べたのにすぐ消える。うまっ。いや、僕これまでお酒には魚派やったんですけど、もう肉派に変えようかな。やば、バリうま。確かにカロリーはすごそうやけど、マジで美味しい。この男臭いチャーシューの下からこんな可愛らしいピンガのご飯出てくるとは思わんすよね。こんだけピンク色してますけど、そんなにしば漬け主張してこないですね。なんか程よい清涼感っていう感じにとどまってますね。今ちょっと思ったんですけど、こんなピンク色で綺麗なこの混ぜご飯じゃないですか。なんかこんなんがお弁当入ってたら多分お子さん喜びますよね。なんかこれおにぎりにして、このネギ味噌でも具にしてあげれば、いや絶対美味しいやろうなーって思ったりはしたんですけど、っていう僕の独り言でした。うまっ。というわけで残りあと半分ですね。これ断面図見えます？なんか不気味というか、なんかまがまがしいというか、盛り付け中はなんかうわすげえこれめっちゃ綺麗と思ってましたけど、こうやって断面図を見ると、うわ僕ってセンスねーってなりましたね。まあ美味しいからよしとしましょう。で半分まで来て、まあ冷めちゃってはいるんですけど、全然柔らかいですね。っていうわけで残り半分食べていこうと思います。はい、っていうわけで残りあと4分の1ですね。なんか大体残り4分の1とか、そのぐらいからちょっとくどくなってきたりするんですよ。こういう脂身が多いものって。でも全然ですね。やっぱ1時間ちょっと煮込んだからその分油が落ちたんですかね。食べ始めからここの4分の3のこの時点で来るまで、ずーっと美味しいが続いてるんですよね。このままの流れで最後まで食べていこうと思います。レッツゴー！さあ、ラスト
はい、完食。お疲れ様でした。いいご飯やった。やっぱ最後の辺はどうしても少し冷えちゃってましたけど、それでも全然柔らかかったですね。ネギ味噌とチャーシューがこんなにも合うもんかって感じでしたね。っていうところですかね。なんか最近ずっとお肉って続いてるんで、そろそろ魚またさばきたいなとか思ったりはするんですけど、スーパーとか鮮魚店さんとか行ってみながら、なんかいいものがあったらそれを取ろうかなと思います。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。